っちゃ細いですけど、結構気になるんですか？写真映えしなくて。ハイブリッドするとね、結構本当に目に張り付くんで、さらにいい感じになると思いますけど。馴染んできましたね。割と馴染んできた。結構パツパツになるかなと思ってたんだけど、意外と余力があって、なんか思ったよりは自然な感じになってるんで。はい、じゃあ、今回結構全身ですね、芝キリンとハイブリッドをやっていこうと思うんですけど、今回もう背中から上半身を全体的に引き上げて、めっちゃ細いですけど、結構気になるんですか？写真映えしなくて。ほんと。ハイブリッドするとね、結構本当に目に張り付くんで、さらにいい感じになると思います。お腹の傷って何かあります？どこがいいとか。特にないですね。大丈夫そう。大丈夫です。しっかりボリュームを出しつつ離れてるのを流す感じ。でちょっといいところにシリコン入れるのと、あと脂肪注入でカバーしていきます。肋骨の添え感とかどうですか？気になります？そんなに気にならないわけです。下部中心となだらかな感じで、下に丸っていう感じと、なだらかに丸みが出ていくようだったらどっちがいいとかは？下に丸。下に丸です。ちょっと自然な方が良くて。グラデーションをつけていく。こちらやります。自然をかつ、ちょっと丸み出す感じで。この方ね、脂肪ないんで、そんなに、がっつり脂肪量が取れるわけじゃないんで、くびれを意識して、ラインを意識した吸引を行っていきますね。あとは、背中ちょっとね、ここを一つ上げさせてもらってるんですけど、こっちからも振ることによって、クロスして、がっつり取る感じですね。はい、こんな感じでやってます。はい。もしかしてこっち入るかな。いい位置じゃね、谷間をしっかり埋めてほしいということだったんで、しっかりね、この谷間。今やっぱりね、どうしても290だけだと、ここを見てわかると思うんですけど、ちょっと離れてる感じあると思うんで、そこをね、脂肪チューニングで見ていって、自然な谷間にしていくのが、ハイブリッドのメリットかなと思いますね。なんで、確実にね、2カップ以上大きくしたくて、ある程度自然な形希望の人はね、ハイブリッドしてあげると思います。ほぼ全身の脂肪切りで、1ヶ月かな。水抜きで来てくださってたんで、あんまり実感はないですけど、どうですか？1ヶ月経って。そうですね、水が。水抜き何回しましたっけ？ 5 回ぐらいした？もうちょっとしましたっけ？多分6回か。ちょっとふくらはぎのね、今でもまだちょっとだけ溜まってるんですけどね、YouTube にお腹とか二の腕とか載せてるんですけどね、どこの箇所もね、溜まるときは溜まるのでね、ただ6回は結構ね、最高ぐらい溜まり出すと、特に足はね、下の方に落ちてくるところなんでね、ちょっとすいませんが、なくなっていきますけどね。右の方が張り感があるんですよね。左右で、左の方が胸が大きくて、右がっていう風にちょっと左右差があるんですけど、同じサイズ入れて、右の方を大きくするためにちょっとこっちを大きく入れてるので、その分押されて張り感も出てる感じで、皮膜拘縮とかの感じではないかなと思うので、ちょっと経過見てもらおうかなと思いますね。痛みは大丈夫ですか？大丈夫。拘縮とかピンクだと思うんで、マッサージとか頑張ってください。はい。前回ね、ハイブリッド補強したんですけど、もうちょっと大きくしたいということで、シリコン入れ替えしていくんですけど、400cc のフルっていうね、日本の方だとあんまり言えないですけど、理想の写真が結構大きめですもんね。なんで今回入れ替えていこうと思うんですけど、前回その300より小さめのやつで、結構パンパンだったので、一回膨らませて入れてるので、多分大丈夫だと思うんですけど、大体日本人も、ミニとデミ入れることが多いんですけど、フルっていう高さあるのを入
入れるとスペースがなくて入らない人とかもいるので、もし本当に1回で大きくしたい方はできるかどうかを相談していただければと思いますね。今回もシーブン入れてるんで膨らんでるんで多分大丈夫ですけど、入れない場合もあるっていうのでちょっと気をつけていただければと思いますね。ちょっと離れてもなんかさっきの感じだと大丈夫そうですしね。あんまり離れすぎたらちょっと。ああ、OK です。多分普通にちゃんと入れればちょっと離れた感じにはなるけど、なるべく自然さを残して大きさを出していく感じ。じゃあそれでいきますね。シリコンマック入れ替え405フルですね。でかなり大きめなんですけど、半年ですね。馴染んできましたね。割と馴染んできた。結構パツパツになるかなと思ったんだけど、意外と余力があって、やっぱ思ったよりは自然な感じになってて、このまま芸化してもらったらいいかなと思うんですけど、ちょっとこっちに組んだり。大きめなサイズで入れたんで、若干皮膚がね、こっちに引っ張られて、ここはちょっとタイトな感じで、突っ張り感ありますよね。で、ここは結構皮膚伸びやすいところなんで、1年ぐらいしたら治るかなと思って、ちょっと経過見て、もし気になっていくのあったらいいかなと思いますね。そこなんですけど、ちょっとこの腹直筋が一番強いところで盛り上がりやすいのと、あと、イカスリの方とかもいると思うんですけど、若干こう、外側に張り出しやすいところであるんで、なんか、脂肪の厚み的にはそんなには変わらないんで、ここだけは経過見て、今後の方針決めましょう。経過良さそうなんで、ちょっとこのまま見ていきましょう。はい。